3月11日は午前中神奈川のスタジオで作業していて、で区切りがついたので一旦家に戻って、でその後普通に机に座ってパソコンでなんか仕事をしてたんですけど、そしたら関西出身なんですけれども、関東って意外と普段から地震が多いので、なんかまた揺れてるぐらいに思ってたんですけど、その揺れがやっぱり大きくて長い感じでだんだん揺れてきたんで、ちょうどデスクの後ろ背中側に自分で作った大きな本棚があって、で本がびっしり入ってるんですけど、それがやばいなと思って、でこうガタ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 来たんで、それ自体が自分で作ったものなんで、自信がなくて止めないとと思って一生懸命止めてるうちに、でもやっぱりすごい揺れ方っていうのは大きく長かったんで、どっか遠くですごい大きな地震があったんだなっていうことをなんとなく思って、やっぱり思い出したのが阪神・淡路大震災の時、その時に大阪にいて、あの時は朝早くだったんで寝てたんですけれども、その時は完全にその本棚を止める余地もなく、本棚とかいろんなものの下敷きになって、で出れなかったんで弟に出してもらったって感じだったんですけど、その後結局はいろいろな街の機能がやっぱりストップしちゃって、でみんなもなんか僕もまだ携帯電話とかがそんなに普及してなかったので、神戸の方にいる友人から電話がかかってきて、で水とカセットコンロのボンベをもし可能ならば持ってきてほしいと。で車の道路が完全に寸断されてるので、なんかバイクとかそういったやつで来てくれたら嬉しいって話だったんで、まだ2日後かぐらいだったんですけど、それでいっぱい積んで持ってったんですけど、なんかその時の地震の揺れみたいなのが体にすごく実は染みついてて、だから今回も揺れ始めた瞬間にすごいドキドキドキっとして思い出したんですけど、地震そのものについては本当に被災された方はね、これからもしばらく大変な時期が続くかと思うんですけど、大阪も神戸も徐々にやっぱりみんながいろんないろんなことで力を出しながらどんどん復旧していったし、この前も全然違う用事があって久しぶりに芦屋の方に行ったんですけど、もうその風景だけ見てると地震があったこと実はもうよくわからないぐらいの感じになっていて、逆に普通に生活してれば完全に忘れてますよね。だからそういうこと自体は忘れちゃえるんだっていうのがあって、でもやっぱり身近で例えば家族の方を亡くされたりとか、そういった人たちはきっとその阪神・淡路に関しても忘れないでずっとあるんだろうなと思っているっていうふうに思いましたね。忘れちゃわないためにっていうメッセージには矛盾するかもしれないんですけど、なんか忘れちゃえるぐらいになんかもうそこにガッとある種やんなきゃいけないことが山のようにきっとあるんで、それが過ぎ去った時には忘れちゃえるような気もするんですよね。なんかそうなれるように今できる人はできることでどんどん取り組んでいくっていうか、なんかそんなことなんだろうなというふうには思っています。で僕自身も忘れちゃえるぐらいに自分がやることに没頭したいなというふうには思っています。なので早く忘れちゃえるようになりましょう。